皆さんご機嫌いかがでしょうか。本チャンネルでは数式モデリング技術の重要性を啓蒙する動画を配信しています。前回に引き続き今回も線形最小二乗法についてお話しします。前回は切片がなく原点を通る直線の式 y イコール ax を例にして最小二乗法の原理を理解してもらいました。今回は実験データを処理する最も一般的なケース、すなわち切片がある直線の式 y イコール ax プラス b について説明します。それでは始めます。図に示すように縦軸を y、横軸を x とする座標上に個数 n 個のデータがプロットされています。各データには x の値が小さなものから順番に1から n まで番号が付けられており、各データの座標は x1,y1、x2,y2 などと表されています。今、i 番目のデータ xi,yi について考えてみましょう。実測値に対して適合させる式は1式で表した y イコール ax プラス b です。この時、データ点から直線までの y 方向の距離は yi-axi-b となります。今、すべてのデータに対してこれと同じように設定した距離を2乗した値の和を s とし、2式のように表します。前回でも述べましたが、ここで距離を2乗したのは、データが直線よりも上側にあるときと下側にあるとき、yi-axi-b の値がそれぞれ正と負の値を持つため、これらの和を取ると正と負の値が打ち消し合うからです。データに最も適合する直線の式を得るには、S の値を最小にする A と B の値を求める必要があります。前回の場合、A だけで微分すればよかったですね。しかし、今回の式には2個の実験乗数 A、B が含まれています。よって、2式において S を A と B でここに微分しなければなりません。このような場合、変微分という操作が必要になります。変微分を行ったことがない人は少し戸惑うかもしれませんが、基本は乗微分の場合と同じなので難しくありません。まず、b を乗数とみなして s を a で微分します。これで3式を得ます。次に a を乗数とみなして s を b で微分します。これで4式を得ます。前回の乗微分では微分演算子として d を使いましたが、今回の変微分では記号ラウンドを使います。3、4式では最小値を求めるため、両式において微分値を0に置いています。これらは5式、6式のように変形できます。さらにこれらを7、8式のように表します。これらは AB を未知数とする方程式です。今回はこれらを行列を使って解いてみましょう。7、8式を行列を使って表すと、9式のようになります。これを AB について解くと、10式が得られます。今、逆行列の定義に従って10式を変形すると11式を得ます。よって AB は12、13式のようになります。これらがデータに最も適合する直線を与える AB の計算式です。それでは実際にデータを処理してみましょう。この表はy イコール 0.85x プラス2の式を使って計算した y の値にプラスマイナス 10% の誤差を与えて作成したデータセットを示しています。データ個数 n は5です。各データを xy 座標上にプロットすると図のようになります。
データを前に求めた12、13式へ適用します。その前に次の4種類の和を求める必要があります。まず、シグマ xi とシグマ yi はそれぞれ 26.0、32.86 となります。シグマ xi2 乗は860になります。さらに、シグマ xi yi は 213.06 となります。これらを12、13式へ適用すると、A イコール 0.865、B イコール 2.08 になります。よって、求める式は y イコール 0.865x プラス 2.08 となります。この式を使って計算線を描くと図のようになります。計算線は実測値によく合っていますね。線形最小2乗法は加減乗除ができる電卓があればどこでも簡単に適用することができます。このためには何も見ずに関係式を導けるようになることが必要です。今回のお話はこれで終わりです。それでは次の動画まで。ごきげんよう。